皆さん、こんにちは。トニー高谷と申します。実は、今回は、気が気の話に進もうと思っていたのですけれど、前回の屋根の曲線の割り出し方の続編ということでお話ししたいと思います。前回ご説明した話は、何しろ30年以上前に行った方法ですのでね、YouTube にアップロードした後になってちょっとこれはうまくいくのかなと、不安になりましてね、念のため、実際に真鍮板のテストピースを使って、これから検証してみたいと思います。それで用意するものはテストピースとして幅1センチくらいで車体に使用予定の真鍮板の厚さの帯板を使用します。今回は 0.3 ミリの厚さです。長さは前回綱板に巻きつけて計測した紙の寸法です。折り曲げ開始位置2箇所に印を打っておきます。あと必要なのは屋根の肩の部分のカーブに合わせた木型です。実際に使用しますのは、もう3センチほどですから、本番で使うものとは、ちょっと違うんですけれどね、このような、形に、削っておきます。それと、折り曲げの際に使う当て木ですね。今回はテストピースですので、当て木に、この角材と同じものを使っても、良いと思います。私は、代わりに、前回お見せしました平やすりを使ってみます。それと、このような、丸棒、これも使います。あとですね、万力を用意します。私の持っているのはかなりね、くたびれてますけどね、幅、63ミリの、鋳鉄製でずっしりと重いです。このタイプは、作業台に、固定ではなくて、持ち運びも、できますのでね、作業場のないお家では扱いやすいと思います。それでは、材料も揃いましたので、これから作業を行いたいと思います。こちらをご覧ください。テストピースの真鍮板につけた折り曲げ線と木型に引いた折り曲げ線と合わせてセロハンテープで留めておきます。テストピースの折り曲げ線と万力の口金の上端を合わせて固定します。当て木を当てて折り曲げます。反対側も同じようにして折り曲げます。
ハの字になっていますが大丈夫です。柔らかめの本の上にテストピースを乗せて丸棒で屋根の頭部分のカーブをつけていきます。本番ではこのようにして時間をかけて曲線をつけていきますが、今回はテストピースのため、この後指でカーブをつけています。はい、こちらが、曲げ終わったところです。はい、どうでしょう。まあ、だいたい、このような、ものではないでしょうかね。はい、いかがだったでしょうか。次回は、真鍮板に、毛書きをする作業をご説明いたします。今回もご覧いただきありがとうございました。